人間の脳は通常1割ほどしか使われていない、そんな話をご存知だろうか。しかし、もしも残り9割もの潜在能力が落雷を受けることにより解き放たれ、特殊な力を手に入れた人間がいたとしたら、実際に存在する雷に打たれ能力を開花させた人間に迫る。どうも、金髪巨乳メガネっ子のヤミコです。どこがやねん本日ご紹介するのはいきなり雷に打たれて特殊能力を得たという絶対に嘘くさい男たちや女たちを紹介していきたいと思います。突如落雷によって与えられた特殊能力、世界に実在する恐るべき特殊能力者たちの実態とは。イカズチのピアニスト。私たち人間には眠ったまま使われていない潜在能力があると考えられているんです。その使われていない部分はなんと脳の9割に上るとも言われているんです。しかしある日突然、しかも落雷というアクシデントによってその使われていない部分が解放され、特殊な能力が開花したという話は実は数多く存在しているんです。整形外科医のトニー・シコリアもそのうちの一人です。それは1994年、彼が43歳の時に突然やってきたんです。ニューヨークのアルバニーという街で母親と公衆電話を使って会話をしていると、突然空模様が怪しくなってきました。電話を済ませ急いで車に乗り込もうとしたその時、トニーの目の前に青白い閃光が走り、体が吹き飛ばされたんです。そう、トニーは落雷に見舞われたんです。仮死状態に陥った彼だったんですが、幸いにも近くにいた看護師によって救助され無事生還。それからほどなくして病院を退院し、帰宅してみると強烈な倦怠感に襲われ、記憶にも障害をきたしていることが分かったんです。しばらくして症状は軽減されていくんですが、同時にシコリアはある不思議な衝動を感じることになります。退院してから2日後の時でした。ふと街から聞こえるピアノ曲を聴いた瞬間、これまで興味もなかったピアノの演奏がしたくてたまらなくなったんです。さらに驚くべきことに、ピアノなどを触れもしなかったにもかかわらず、ピアノの前に座ると指が勝手に動き出したんです。怖えな。シコリアによると、頭の中で鳴っているメロディーを奏でただけだと言います。しかもそのメロディーは筆舌に尽くしがたいほど美しい旋律だったそうです。後にシコリアはこの能力に非常に喜びを感じ、まるで生きる目的を見出したかのようだったんです。ちなみに彼の処女作のタイトルはイカズチのそなたでした。やかましいわ。なぜね、突然ねピアノが弾けるようになったのかっていうのはね、もうマジで意味わかんないですよね、これ。それ、あんた今タイピングっぽいよ。ピアノはもっと、いや、ホラー映画じゃねえかお前。人間飛来神。アメリカにはこんなことわざがあるのをご存知でしょうか。雷は同じ場所に二度落ちない。これは同じような悪いことは起きないという意味で使われているんです。いや、俺めっちゃ怒るけどな。しかし世界にはそんなことわざを根底から否定する人物がいるんです。その人物の名はロイ・サリバン。このサリバンは人生を終えるまでに2度どころか幾度も落雷を受けた人物として知られているんです。サリバンが受けた落雷の数はなんと7回。これはギネス記録にも掲載されるほどなんです。いや、そりゃそうだろ。しかもこのサリバン7度も落雷を受けながら命を落とさなかったんです。そんなサリバンにつけられたあだ名は人間飛来神でした。いや、かわいそうだな。1942年、サリバンが30歳の頃、バージニア州のシェナンドー国立公園の公園監視員の仕事をしている時、最初の落雷に遭います。この時、雷はサリバンの足に当たり、親指の爪を失ったそうです。ちょっと被害小さいな。それから27年後の1969年、2度の落雷に遭います。それは車で山道を運転していた時でした。その時、サリバンは意識を消失し、次は眉毛が燃えたそうなんです。ちょっとずつ。翌年の1970年、3回目は自宅の庭にいた時でした。その時は左肩に大きな火傷を負うことになります。続いて2年後の1972年、まさかまだまだ落雷人生が続くとは思いもしないサリバンでしたが、4回目は公園の管理所にいた時だったんです。その時はドリフターズのコントのように髪の毛が燃えたそうなんです。嘘くせえな。それからというもの、サリバンは落雷に備えて水差しを持ち歩くようになったんです。かわいいな。翌年の1973年8月、5回目の落雷はサリバンが車外にいた時でした。頭に落雷し、再び髪の毛が燃えてしまったんです。その時備えていた水差しが使用されたかどうかは不明です。意味な。さらに次は1976年6月、キャンプ場で6回目の落雷にあったんです。この時は足首を負傷し、この時のサリバンは雲を見ながら
また雷に打たれると思い必死になって逃げようとしている時に落雷に当たってしまったと伝えているんです。そして7回目となる最後は1977年6月土曜日の朝のことです。サリバンが釣りをしている時でした。この時の落雷によりサリバンは胸部と腹部に火傷を負い初めて入院したそうなんです。嘘やん。これだけの落雷にあったにもかかわらず命を落とすことのなかったサリバンでしたが、その人生は思いもよらぬ形で最後を迎えるんです。1983年9月28日、片思いの恋で取り乱していたというサリバンはなんと自ら命を絶ってしまったんです。去年72歳でした。いやもう雷に7回打たれて死ななかったのに恋愛で死ぬなんてもう悲しい生き物ね、人間って。でもさ、そういう恋愛ってさありますよね。私恋愛はあまり語らないタイプ。したことねえだろ。寒さを感じなくなった男。アメリカ・ミズーリ州の電気技師ハロルド・ディールという男性もまた落雷により特殊能力を手に入れた人物なんです。どんな人物だよ。1969年7月、当時31歳だったディールは自宅へ向かうため車を運転している途中にひどい嵐に見舞われたんです。どうにか自宅にまでたどり着いたのですが、運はそこで尽きてしまいます。車から降りた途端に落雷に遭ってしまったんです。その後意識は回復したディールでしたが、不思議なことに特に雷に打たれたような気はしなかったと言っているんです。ですが自分が倒れている場所をふと見渡して驚くんです。それは自分が元いた自宅の庭ではなく、そこからフェンスを越えて隣の家の庭にいたんです。それはなんと元いた場所から15メートルも離れたところだったんです。落雷の衝撃でブーツが脱げ、ベルトのバックルやらポケットの小銭やらディールが身につけていた金属は皆溶けていたんです。それにもかかわらず奇跡的にディールの命は助かったんです。その後間もなく背中に激痛を感じ調べたところ、背骨にひどい怪我を負っていたことが判明するんです。ですが雷の影響はそれだけではなかったんです。その時に得た特殊な能力に気づくのはそれからしばらくしてだったんです。時を経て季節は巡り、真冬になった時ディールはある違和感に気がつきます。それは寒さにやたらと強くなっていたんです。突然ながらディールも今までの冬は寒さに震えながら過ごしていたんですが、落雷を受けて以降寒さを感じることがなくなったんです。それどころかマイナス23度以上になると暑さすら感じるようになったんです。どういうこと？しかも平均体温が 35.1 度と若干低めになっていたんです。ディールの変貌には職場の同僚たちも驚きました。なぜなら気温はマイナス6度に冷え込んでいるというのにコートすら着ようとしていなかったんです。この奇特な体質には当時のマスコミもすぐさま注目。大勢ディールの元に集まっては雪が降りしきる中で小学生のような半袖短パンといういでたちで写真撮影を求められるようになったんです。さらにはペンギンと一緒に氷風呂に入らされたこともあるんです。その時の実際の写真がこちら。めっちゃ楽しそうだな。その後ディールは自身の経験から落雷の危険性の啓発や被害者支援を目的とする落雷電気ショックインターナショナルという団体の広報責任者になったんです。いや怪しすぎるだろ。めっちゃいいわね。だってもう冬でも全裸でいけるわよ。捕まれ。超能力を手にした女性。最後に紹介するのはイリノイ州のグレタ・アレキサンダー。グレタは第5子を妊娠中だった1961年4月のある夜、ベッドに横たわって窓越しに太陽を見つめていると、突然爆音とともに目の前が白い光で覆われるんです。次の瞬間気づくとグレタの体には日よけブラインドが巻きつき、ベッドにはぽっかりと燃えてできた穴が開いていたんです。稲妻は寝室の窓を壊し煙突を倒しベッドに火をつけましたが、幸いグレタとお腹の中の子供には何の害ももたらさなかったそうなんです。ですがその後間もなくグレタさんは中古の冷蔵庫を間違ったコンセントに差し込み感電に見舞われてしまいます。この日を境に彼女は変わってしまうんです。どういうわけか鳴り出す前に電話が来ることが分かったり、他人の心を読むことができるようになったり、写真を見ただけでそこに写る人物の居場所が分かったりするんです。もうお分かりの通りグレタはなんと超能力を開花させたんです。その能力は次第に注目されるようになり、1974年からはなんと失踪者の捜索で警察を助けるまでに至ったんです。そんなグレタの名が一躍有名になった事件があります。1983年にメアリー・コーセットという女性がボーイフレンドのスタンリー・エドワード・ホリデー・ジュニアに殺害された事件でした。グレタが警察から協力を求められた時、ボーイフレンドのホリデーはすでに殺人罪に問われていました。ですがコーセットさんの遺体が未だに発見されていなかったんです。
そこでグレタが協力すると、同年10月29日に遺体が発見されました。警察によると、その他にも証拠となる様々な事例を言い当てており、およそ20点が一致していたそうなんです。例えば、頭部と足は被害者の胴体と切り離されていて、手の不自由な男が彼女を発見するというリーディングをグレタは行いました。そして実際に遺体を発見したのは、過去に負った怪我で左手を変形させていた予想通りの男だったんです。この他にもまだまだ落雷により特殊能力を得たという人物が数多くいるんです。いやー、でもちょっと信じがたいっすよね。チャンネル登録と高評価よろしくね。